便利グッズがございまして、こちらです。じゃあまず畳んで一層めくれた感じがするんですけど、はい、皆様こんにちは。ネイリストの公園です。本日は私の今爪についているジェルネイルをオフしながらやり方を解説していきます。ネイルオフの最中ってね、指先がうまく使えないので、すっごいめんどくさいなとか思うじゃないですか。それを解決する方法もご用意しておりますので、ぜひぜひ最後までご覧ください。チャンネル登録やグッドボタンが動画制作の励みになりますので、ぜひぜひご協力お願いいたします。ということで、今ね、ジェルネイルついておりますので、こちらを外していくんですけれども、私のジェルネイルなんですけれども、表面ハードジェルでコーティングしているので、溶けないジェルなんですけれども、これをどうやって外すかっていうことをやっていきます。今回の外し方は、ジェルネイルを溶かして外すやり方をやっていきます。結構ね、付け替えの時はフィルインで、カラージェルを削って塗り直すっていう感じで、完全オフはなかなか最近やってなかったんですけれども、今回ね、私の諸事情がございまして、なんと明日健康診断で胃カメラをしなければいけないので、注意事項を見るとですね、ジェルネイルなどは外してくださいっていう注意事項が書いてありましたので、素直に全部外していこうと思います。ということで今回ね、外す時にはこのようなアセトンですね。このアセトンむっちゃくちゃ古いアセトンなんで、もううちお客様でも完全オフはほぼ削ってオフしたりすることも多いので、あんまり使ってないんですけど、アセトンこれ使っていきます。概要欄にもね、使えそうなアセトン載せておきますので、気になる方はそちらから購入してくださいね。ではまずね、外していくんですけれども、表面硬いジェル塗ってます。溶けないジェルなので、まず爪やすりで削ります。150グリッドもしくは180グリッドぐらいのこういった爪やすりで表面を削って傷をつけて、できればピンク色塗ってるんですけれども、このカラージェルもちょっと削ってからアセトンを浸したいなと思っております。で、この150グリッド、180グリッドぐらいのネイルファイルで爪の表面を削るんですが、もう慣れてる方はこっちね、目が粗さが150っていうことはすっごい目が粗いんですね。あんまり慣れてないっていう方は180で、ソフトジェル結構厚みのない薄いジェルっていう方はもう普通のエミリーボードとかでも大丈夫かなと思います。私は結構がっつりやりたいので150グリッドぐらいのもので、薬指から外しますね。この辺はねストーンがついてるからめんどくさいから。でこんな感じでお爪の表面傷をつけながら、できればカラージェルのとこまで削ります。こんな感じでちょっと削れましたね。ここだけ地層みたいな感じで一層めくれた感じがするんですけど、最低でもここまでは削りたいです。ここでしっかりとハードジェルを削り取っておかないと溶けませんので、いい感じですね。いい感じに今早送りをしなくてもほんの 2,3 分で1本削れましたので、こんな感じ。そうそう、爪がさもっと長い方は、削る前にもう短く切ってから必要な分だけ残す分だけこうやってオフの作業してくださいね。こんだけ長いのにここまでさ削るの無駄だからね。こんな感じで、はい。ここで気をつけたいのはもう地詰めまでいっちゃわないようにね。あくまでもジェルだけを削るようにしてください。はい、このシーインで買ったダストブラシ活躍しております。こんな感じでこっちが削る前、こっちが削った後、もっと分かりやすくするために軽く今濡らしてみますと、カラージェルも程よく削れてるのがわかると思います。ここまでできましたらアルミホイルを用意してください。アルミホイルね、だいたい15センチ20センチぐらいの適当でいいですの大きさに一つカットしておきます。でこういったガラスの器を用意していただきまして、どこにでもあるコットンはね、できればこの端が始末されていないこの開くタイプのコットンがいいです。でまず半分に切りまして、
それをまた3等分ぐらいにします。こうすることによってだいたいお爪の大きさぐらいになるので、これを10個作ります。10個作ったと仮定して、そこにアセトンですね。これがジェルネイルを溶かしてくれる薬品になります。これがプラスチック製品とかについてしまうと溶かしてしまうことがあるので気をつけてください。アセトンを浸したコットンはピンセットとかを使ってください。それではこのコットンを畳みます。端をね、一回折り返すの。そうするとね、ここの部分が二重になって強くなるので、ここはさすぐ破れやすいんだけど、ちょっと強くなるので二重にします。で、薬指をその上に置きます。だいたいこれぐらいの距離感。ここはね、折り返したいんですよ。だからちょっと折り返す余地を持っといてほしい。3分の2ぐらいまで。で、しっかりと浸したアセトン液を浸したコットンを、ちょっと絞った方がいいかも。ボタボタになるからね。こんな感じで爪の上にのせます。もし怪我とかして、皮膚に疾患があったり怪我して出血がある方はもう削って落とすといいと思いますが、異常がなければ、じゃあまず畳んで巻きつけます。こんな感じに巻きつけたら、先端を少し潰して折り曲げて、もう一度ギュッとすれば巻き上げは完了です。残りの指も巻いていきますね。はい、この状態になりましたら、だいたい10分ぐらい浸透させます。この状態ってすごい指先使えないし、なんかもうテレビ見るぐらいしかやることないんですが、そんな時の便利グッズがございまして、こちらですね。こういったビニールタイプですね。ビニールタイプの手袋をはめちゃいます。するとね、なんかすごいフィット感もあるし、指先がさ使えるんですよね。で、外れないように。で、保温効果もあるので、温めた方が取りやすくなるので、ほんのりあったかくっていい感じです。で、もっと時短したいっていう方はですね、こういったフィンガーボールっていうのがあるんですが、ここにちょっとあったかめのお風呂ぐらいの42、3度ぐらいのお湯を入れて、こういう感じで指先を温めておきますと、より取れるのが早いかなと思います。こういったフィンガーボールがないよっていう方でしたら、もう普通のこれぐらいのボールとか、お風呂の桶でもいいかな、あったかめのお湯を入れて指先を、これだとちょっと破れたりしたら怖いから、もう一枚ね、普通のビニール袋をかぶせてからこうつけていただくと、ほんのり温まっていいかなと思います。ではこれで10分ひとまず待ってみます。肘でね、スマホのタッチできることが今分かりまして、肘でスタートボタンを押しました。もうそろそろ10分ぐらい、経つのかな。ちょっと早い気もするけど、10分ぐらい経ったので一旦外します。どうだろう、溶けてるかな。なんかね、溶けにくいジェルなんですよね、今私のジェル。すごい溶けにくいジェルだから、どうだろう。じゃあちょっと小指からいきますね。ちょっと溶けてるかな。で、ウッドスティックとかでもいいんですけれども、キューティクルプッシャーとかでこんな感じでカリカリっと取ります。取れてるかなっていう感じですね。薬指もそうですね。こんな感じです。はい。これぐらい取れたらいいかなっていうレベルまで、だいたい10分ぐらいで取れました。はい、乾燥と、少しだけジェルが残っているのでカサカサしておりますが、ほぼ取れました。
でこれでもまだ取れてない場合はもう一度こうやって再利用して、今どこ行った？入ったのか。もう一回再利用できるんであれば再利用して巻いて、もうこれがくしゃくしゃだったら汚い新しいのを使いましょうね。薬指に関してはほぼ取れてるからいいかな。はい、次中指はどうでしょう。いい感じに取れてますね。ちょっと残ってるかなっていう感じなので、この指はもう少しアセトンに浸したいなと思います。で、人差し指、全然薄くなってる感じがしない。結構丈夫。やっぱりフィルインが効いてたかなっていう感じですね。そうだけどここまでいったらもう巻き直さなくていいか。で次にオフした時の鉄則、すぐ折れちゃうので爪切りで切る。これダイソーで買った爪切り、もう短く切ります。はい。でこれがねシーインで買った爪切り、意外といいんですよ。これがなんかサクッと切れる。若干ちょっとね残ってる分は後でファイルで取ります。もう私はスクエアオフみたいな感じの形でまたジェルを塗ろうと思っているので、それに近い感じにして折れにくいようにだけしておきます。こんな感じかな。ここまで来ましたら次はスポンジファイル、こういった感じの180グリッド220グリッド両面で違うんですけれども、こっちが100と180ぐらいなんですが、ちょっと優しめの180、220ぐらいで表面を軽く整えます。これをねかけることによって表面のザラザラがねかなり改善されますので、スポンジファイルはやっぱりネイルオフする時には一つは持っていていただきたいかなと思いますね。かなりこれでつるんと、もうほぼオフはこれでいいかなっていう具合にはできました。はい、こんな感じで。でもしスポンジが入るがない、もうこの黒のエメリーしかないっていう方はですね、もう本当にちょっともうザラザラしてるとこにだけちょっとだけやって、もうこれぐらいでちょっとザラザラはするけど、こんなエメリーでね表面をやっちゃうともう取り返しがつかなくなっちゃうから、軽くやってもうキューティクルオイル塗って終わってください。でもしね時間オフする準備が突然じゃなくて何日か前に分かるのであれば、もう Amazon だったら1日で到着しますし、商品リンク貼っておきますので、こういったスポンジファイルぜひ使ってみてください。あとねアセトンなんですけれども、アセトンももちろん商品リンク概要欄に載せておきますけれども、本当に急遽ネイルをオフしなければいけないっていう方はですね、ドラッグストアに行っていただいて、コスメ売り場で、マニキュアを落とす除光液の中にアセトンという成分が入っているものであれば取れますので、アセトンという成分が入っているものを探してネイルオフに使ってください。カタカナでアセトンって書いてありますので、それで溶かすことができます。ただ、ドラッグストアで売っている除光液などにはアセトン以外にお爪に優しい成分たくさん入っていますので、落とすのにちょっと時間がかかるかなと。ジェルネイルを溶かすのに時間はかかりますけれども、アセトンが入っていればそれでジェルネイル溶かすことができます。あとね、
アセトン 100% の除光液がね、昔は売ってたんですけれども、除光液っていう名前で、そういうのが見つかったらね、いいかなとは思うんですけれども、アセトンという成分が入ったもの、もしくは単体でアセトンだけの成分があるものがあれば、それが一番ジェルネイル溶かしてくれますので、そういったものをちょっとドラッグストアで探してください。ドラッグストアにこのスポンジファイルもね、最近だったら売ってますよね。で、ドンキとか行ったらジェルのオフのキットとかも売ってるのかなとかも思いますけれども、わからないことがあればコメント欄に質問していただいたら、必ずお返事は、遅くなったとしても必ず私コメント欄のお返事は返してますので、ぜひぜひコメント、あとね、どうでもいいこととか、なんか感想とか何でもいいのでコメント欄に書いていただくとむちゃくちゃ嬉しいので、よかったら皆さんコメントお待ちしております。胃カメラのね、なんか苦しさを紛らす方法とかも、もう多分この動画が公開されてる時は胃カメラした後だと思うんですけれども、なんかありましたらぜひぜひコメント欄の方でお待ちしております。胃カメラの時にね、背中さすってくれる看護師さんいますよね。専門の。メンタルがね、本当にあの人のおかげで救われるというか、ちょっと形は後で整えるとして、こちらも外していきます。今ね、表面もこのスポンジファイルで整えて、綺麗につるんとさせて、形もエメリーボード、この黒い爪やすりで削りました。私の貴重なハイポのとこまでギリギリまで切らないと絶対折れるなと思ったから、ギリギリこれぐらいに切ってます。こんな感じです。ここまで来ましたら、あとはもう保湿ですね。私の大好きな OPI のキューティクルオイル、これも概要欄にね、よかったら載せておきますので、気になる方使ってみてください。むちゃくちゃいいので。で、アセトンを使った後、とってもお爪の表面とかこの甘皮の周り乾燥してますので、しっかりと保湿してあげて、次に生えてくるお爪、健康なお爪生えてくるようにね、保湿頑張ってください。ということで、今回の動画はいかがでしたでしょうか？ネイルオフのやり方なんですけれども、いろんなやり方があるうちの一つということで見ていただいたらいいかと思います。チャンネル登録やグッドボタンで応援していただきますと動画制作の励みになりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。